はいどうも、ビバです。アクアリウムには大きい水槽から小さい水槽までいろいろあるんですが、小型の水槽で人気なのが曲面ガラスのいわゆるボトルアクアリウム。今見てもらっているのはジェックスさんのグラスアクアリウムスフィア。ご覧の通り、なんか水晶玉の中にアクアリウムが閉じ込められたような、とても幻想的で可愛らしいボトルアクアリウムの中でも人気のまん丸水槽です。我が家ではこの中でメダカを4匹飼育していて、水草もちょこっとレイアウトしています。先日の動画でバッサリ切ってしまったのでちょっとスカスカなんですけど、球体のアクアリウムは水草が伸びるとこの丸い形状も相まってまるで緑の惑星かのように見栄えのするレイアウトになります。本当はその状態で出したかったんですけど、今回はご容赦ください。このジェックスさんのグラスアクアリウムスフィア、めちゃめちゃいい水槽ではあるんですが、ちょっと残念なポイントもあります。この水槽なんですが、直径22センチ、高さ18.5センチ、水量4.5リットル、実売価格もネットだと2000円しないぐらい、ホームセンターとかでも買えるので、とっても手軽で入手もしやすい水槽なんですが、この開口部の狭さ、これがとっても厄介。商品個体差はあると思うんですが、だいたい10センチちょっと。この開口部が狭いことで何が厄介かというと、この中に石とか流木を入れるときに入らないことが多いんですよね。特に石なんかはこのヘリの部分にぶつけちゃうとガラスが欠けちゃうかもしれないので、無理やり突っ込むなんていうことは絶対にできません。開口部が狭いので使える素材が限られるっていうのと、メンテナンス時にも水草をトリミングとかする時にもとても作業がしづらいです。あとこれも個体差かとは思うんですが、このヘリの部分かなり鋭利になってるのでちょっと怖いんですよね。指を滑らせて指が切れるとかいうことはないんですけど、かなり薄くなっちゃってるのでヘリのかけやすさもちょっと気になるところ。そんなスフィアの使いづらさから、スフィアに代わるもっといい球体のガラス水槽はないものかと皆さんネットの海をさまよい始めるわけですが、そこで一度は目にして気になっているであろう球体のガラス水槽、それがこちら。今回はちょっとサイズの大きいこちらの球体のガラス水槽をご紹介します。今回紹介するこちらの水槽はサチさん、サチというメーカーから出ているガラスの容器。楽天とアマゾンで販売をしていて、商品ページにはアクアリウムにも金魚鉢にも使えると書いてあるので、問題なく水を張ってボトルアクアリウム用のガラス水槽として使うことが可能です。今回購入したのは直径25センチのタイプ。実はサイズ展開がいくつかありまして、15センチ、18センチ、22センチ、24センチ、25センチ。一応スフィアとの製品比較であれば同じサイズの22センチ買えばよかったんですけど、やっぱりこういった水槽で気になるのは水量の少なさ。奥にあるスフィアは 4.5 リットルの水が入るんですが、やっぱり水量はね、大いに越したことがない。というわけで今回は最大サイズの25センチを購入しました。後でどのくらい水が入るかはチェックしたいんですが、まずこの水槽の外観からチェックしていきます。まずサイズについてなんですが、直径は25センチ。そして高さなんですが、ちょっと今カメラ斜めから見てるんですけど、真横から見ると約20センチですね。見た目はほぼ球体。上の部分がスパッと切られたような形をしています。そしてスフィアでは気になっていた開口部。こちらも製品個体差はあると思いますが、約15センチ。これだけ広ければいろんなレイアウト素材入れられますし、メンテナンス時も簡単に作業できそうです。そしてガラス面のエッジについては、スフィアほど鋭利ではないっていう感じですね。スフィアは球体のガラスのかなり上の方をスパッと切ってるような感じなので、切り口の幅がでかいんですけど、こちらのサチさんのガラス水槽は球体のもうちょっと下の方でスパッと切ってるような感じなので、ここの厚さは多分ガラス厚とかなり近いものになってるんじゃないでしょうか。ガラス厚については 3.2 ミリ。ただこれ測り方としては間違ってると思うので、正確な数値ではないと思います。球状のガラスなので測る位置によってもガラスの厚さ異なってくると思います。そしてこれはスフィアに軍配が上がるんですけど、水槽台とかと接するガラス水槽の底部、ここの直径が約8センチぐらい。スフィアは10センチちょっとあるので安定してるんですけど、この底面積の狭さ、水槽の直径も大きいので、スフィアに比べるとちょっと安定性には劣ると思います。空の状態だと結構コロンコロンしてますね。もちろん水を入れたらその分安定するとは思うんですけど、
ここはちょっと不安ですね。あと曲面ガラスの水槽でどうしても避けられないんですけど、こういった気泡だったりライン状の模様が若干見られます。これはこの幸さんの水槽に限ったことじゃなくて、我が家にある曲面ガラス水槽すべてに見られるものです。これはもう気泡とか汚れがないことを願うしかない水槽ガチャなんですけど、こういった底面付近にある汚れとかは停止を入れちゃえば隠れちゃうので、なるべく目立たない位置に気泡や汚れが集まるように願うしかないですね。ではこの水槽に何リットル水が入るのか見ていきます。まずはスフィアと同じぐらいの4リットル。余裕ですね。だいたい半分ちょっと入ったぐらい。続いてもう4リットル入れてみます。さすがにちょっと厳しいか。このぐらい。だいたい今満水まで1センチぐらいのところまで水を入れました。残ってる水の量は約1リットル。約7リットルの水が入りました。隣のスフィアは 4.5 リットルなので、約 1.5 倍の水量が入ります。この7リットルの水量はなかなか大きいですね。ちなみに7リットルというと20センチキューブ水槽と同じぐらいの水量です。水を入れるとなかなか美しいですね。後ろにある水槽がめちゃめちゃクリアに映っています。この辺り球体水槽の面白いところですね。ちなみに球体水槽の特徴については過去に動画でアップしてますので、興味のある方はそちらチェックしてみてください。いや、これだけ開口部広いと計量カップも楽々入るので、これは本当にメンテナンスしやすそう。スフィアだとこの計量カップですら入れるのは大変。こちらの球体ガラス水槽だとかなり楽々作業できます。ちなみに水を入れるとだいぶ重たくなるので、地震が来てすぐに転がっちゃうとかそういうことはなさそうですね。ただ曲面ガラス全般ですが、やっぱり四角い水槽よりは安定性には欠けます。そして底面部分が板ガラスのようにフラットではないので、若干型つきがあります。これは我が家にある曲面ガラス水槽ほとんど型つくので、こういった水槽では仕方ないことなのかなと思います。この型付きが気になる人は、こういった水槽用のマット、もしくはそれに近いものを用意して下に敷いてあげることで型付きはなくなります。ちなみにこの丸い板なんですが、これはニトリで買ったカッティングボード。サイズは何個かあったんですけど、一番小さいやつですね。ボトルアクアの下に敷く板としてぴったりなので、とても気に入っています。というわけで今回はネットでボトルアクアリウム水槽を探してたら一度は目にするであろうサチというメーカーの直径25センチのガラス水槽を簡単に紹介してみました。この水槽のいいところは何より開口部の広さ。これはね、めちゃめちゃ作業をはかどるので、もしスフィア使っててちょっとメンテしづらいなとかレイアウト用品入れづらいなっていう方は、こちらの水槽も検討してみてはいかがでしょうか。サイズ展開はすごいあるんですけど、せっかくなら水量の大きい水槽がいいと思うので、この25センチ検討の価値はあると思います。水量も7リットルと大容量なので、小型熱帯魚であれば5匹ぐらいベタとか飼育するのも面白いと思います。今回はレイアウトまではやらなかったんですけど、いずれこの水槽を使ってレイアウト動画を出したいと思いますので、もし気になる方はチャンネル登録してお待ちください。ちなみに今回このパッケージで届いたんですけど、梱包についても全く問題はありませんでした。エアパッキンで中と外ぐるぐるっと巻いてあったので、梱包はバッチリ、破損の心配も少ないんじゃないかなと思います。一応楽天と Amazon 値段も同じだったので、気になる方は下の動画説明欄からチェックしてみてください。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。バイバイ。